アフリカで最も広い面積を持ち、世界屈指の天然ガス・石油の産出国であり、アフリカの中で GDP はナイジェリア、エジプト、南アフリカに次いで第4位。北部では美しい地中海や古代ローマ帝国の遺跡、イスラム伝統の街並み、そしてフランス統治下の華やかな建物が混在した歴史的な豊かさを感じられ、南部では雄大なサハラ砂漠と独特な景観が広がり、現代人でも住めないような砂漠の奥地では約1万年前の人々が残した芸術作品が数多く発見されています。このように観光資源が豊富な大国であるにもかかわらず、ビザ取得がとても難しく、旅行した人の情報も少ないために謎に満ちた国アルジェリア。ずっと行ってみたいと願っていたんですが、ついに旅行することができたので、どんな国だったのか皆さんにシェアしたいと思います。1本目の今回はアルジェリアにビザなしで入国する方法と首都アルジェの映像です。それではご覧ください。お久しぶりです。アフリカ自転車旅でモロッコに自転車を置きまして、イギリスを経由してこれからアルジェリアに向かいます。厳密にはイギリスからパリからアルジェ。本来アルジェリアってビザがいるんですよ。だけど今回特別な渡航許可書っていうのを取りまして、これ後で説明します。それがあればビザなしで行けるということで、とりあえずパリまでは行けます。その次パリからアルジェに乗る飛行機にそれで搭乗できたら勝ちだと思う。行ってみましょう。ワクワクです。ロンドンから約90分のフライトでパリオルリーエアポート着きました。今日日付は10月10日、今の気温が14度です。ロンドンもこんな感じ。これからアルジェリアの砂漠地方、どんな気温なのか楽しみなんですけど、本来アルジェリアに行くにはビザが必要なんですよ。でこれね、2年前2022年にそのビザをチュニジアっていう国で取れるかどうか試したんですけど、結果無理だったんです。旅行先ではアルジェリアはビザを申請させてくれない。日本人だったら日本にあるアルジェリア大使館で申請することしかできないという国なので、なかなか旅行するハードルが高い、行けないと思ってたんですけど、2023年去年から現地の砂漠ツアーに申し込めばアライバルビザというか、もうビザなしでアルジェリアに行けるという、それを実行した人がいまして、フランス人の友達がこれ日本人も行けるっていう風に聞いたんで、今回がそれのチャレンジ試してみたいと思います。では早速デパーチャーのチェックイン行きます。これが今回の鍵となる渡航許可書です。No。めちゃめちゃドキドキしたんやけど、チケット発見できた。いけんじゃないこれ。いよいよ登場です。緊張する。ところでアルジェリアとモロッコは隣の国なのに、なぜヨーロッパを経由するのか。実は政治的な問題で30年前から現在まで国境は完全に閉鎖されていて、陸路はまず不可能で、飛行機も直行便はなく、モロッコの航空機はアルジェリア領空に入ることすらできない状況なんです。そのためモロッコからチュニジア、アルジェリアと移動すれば300ユーロするんですけど、モロッコからヨーロッパを経由すれば全て LCC を使うことができて、総額100ユーロで移動が可能です。正直渡航許可書がフライトに間に合わなくて飛行機すら乗れないことを本気で覚悟してたんで、たとえ損しても100ユーロならチャレンジする価値はあるかなと、そういう気持ちでした。アルジェリア首都アルジェの空港に着きました。結構綺麗な空港ですね。じゃあ早速入国審査です。緊張する。いけるんでしょうか。入国審査では渡航許可書を見せて出国用チケットと初日の滞在先を確認されただけで、意外とスムーズにいきました。ちなみにこの渡航許可書はとても簡単に手に入りまして、ツアーエージェントにメールでやり取りするだけで完結したので、
予約済み航空券を用意したり大使館に行くというような面倒は一切ありませんでした。アルジェの空港で出会ったフランス人ツーリスト、同じく砂漠ツアー、行き先違うけど。フェリシタシオン、コングラッツ。How many days you valid? 22 days. Really? Yes, we did it. Here. 12. For me 12. Yes. 12 You days. asked 12. Because you. Yes. My return ticket. It's 20 seconds. うまくいって本当に良かったです。今回のポイントは砂漠ツアーにプラスして長く滞在許可がもらえるというところで、やっぱり個人で自由な旅がしたいじゃないですか。フランス人の彼らも同じ考えだったんですけど、滞在許可は13日までと言われているところ、リクエストさえすれば22日でも大丈夫だった結果には、僕もフランス人もびっくりしてました。オブは入れた。アルジェリア入れました。とりあえず現金を作りたいのでちょっとだけキャッシングします。果たして使えるんでしょうか。やっぱ無理よね。こっちやったらどうなんやろ。ダメっぽいね。ネパポッシブル3代目。いける？お、いけてる。おー、ゲット。アルジェリアディナールやりました。空港出発です。両替お金の話なんですけど、 ATM が1台使えるやつありまして、1万ディナール、公式で言うと1万円分ぐらい、ユーロで言うと60ユーロぐらいを下ろしたんですよね。でも後で出会った人が言うには、市場とかにいる闇両替所だから闇レートですよ。それをすると 1.5 倍ぐらい公式レートよりもいいディナールがもらえるよって言ってました。まあいいです。とりあえず少なめのお金にしといたんで。いや、とにかく入国できてよかった。これから12日間のアルジェリア旅が始まります。ホテル来ました。エレベーターあるって。いい感じやん。このお部屋で6400ディナール、フロントにはそう書いてました。だけどアゴダでブッキングして27.5 ポンド払ったのでだいたい5000円ぐらい。ただ面白いのがディナール6400ディナールを円に直すと6700円ぐらいになるんですよ。なのでアルジェリアディナールっていう通貨の価値がすごく振れ幅が大きいっていうのが初日の印象。びっくり。明日は SIM カードも欲しいし、今空港の前なんですけど、市街地に出て最高レートで両替できるかどうかやってみようと思います。また明日。メルシーワーク。そそは。バイ。今から市街地の方に行きます。フロントディナール。メルシーボーク。チケットは30ディナール。やばい安いわ。30ディナールはね30円です。皆さん見てください。アルジェリアは鉄道が動いてます。しかも意外と車両が綺麗というか、まだ新しいようにも見えますよね。さらに市街地に行くと地下鉄やトラムもあるということで、さすがアフリカ第4の経済大国、首都アルジェは一体どんな街なんでしょうか。期待が高まります。空港から一番近い駅だと思うんですけど、そこから40分ぐらいの乗車でした。アルジェリアの首都アルジェです。めっちゃヨーロピアンな建物。どんな街並みなんでしょうか。いろいろ見て回ります。首都アルジェです。すげえ、マジヨーロッパみたい。
Good, good, good. Alger, Hamri, Warren. Hamri, let's see you.とりあえず今日は金曜日でしてイスラム教家族礼拝の日、日曜日のドイツみたいな感じでほぼ全部閉まってるということです。SIM カードは今日買えるんでしょうか。ほんまにほとんど閉まってますね。ブザベカフトシンカフトシン。この後も SIM カードを探してハヌートと呼ばれるミニマーケットをいくつか巡ります。ブザベカフトシンCartsim Borido. Oui. Ripus, Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il faut regarder chez des magasins qui vendent des portables. Ok. Merci. Je suis arrivé aujourd'hui. جابو خير ولا هنا خير؟ Non, Angleterre. Subscribe. とにかく話しかけられることが多いんですけど、強引に道案内してお金を要求してくる人とかぼったくろうとする人が全然いなくて、かなり歩きやすかった印象です。 SIM カードが買えそうです。そうこうしてたらやっと SIM カードを発見しました。 SIM カード代金も含めて1500ディナール、およそ1000円で 80GB も使えて、この値段今まで行った国の中で最安です。サラムアレイコン。 تو زيارة أخويا. Merci. Babelou. Bablouad. Oui. Babelou. このエリアなら金曜日でも結構お店開いてますね。よかった。ジャポネ。インターネットが使えるようになったので、次は一番気になっていた地元レートの両替について調査してみます。 Où se trouvait le bureau de change? Le bureau de change. Vous parlez français? Un peu. Alors, vous allez dans un marchand, peu importe, et vous lui demandez, vous avez quoi comme argent? D'euros? Vous lui demandez à changer de l'euro. Oui. Normalement, 1 euro est égal 248. Ok? Wow. Ok? Ah ben. Vous êtes de France? Oui, France. Et vous aussi? Non, vous êtes d'où? Japon. Ah, Japon. Japonais. Ah, Il change magasin. vous parlez bien français pour Les magasins changent. Ouais. Non, vous allez dans n'importe quel magasin, vous parlez et vous lui dites j'ai 100 euros à 2,48, 2,47 maximum. Maximum. Ok? Ok? OK. Merci. De rien. Bye. せっかくなんでこのお店で両替しようと思ったんですけど、なんか現金が今あんまりないみたいな感じで別のお店行ってみることにしました。 Indonesia. Japon. Japon. Japonais, oui. Yakuza. Yakuza. Mafia, Yakuza. Ah, oui. Entrez. Salam alaikum. Je veux changer de l'argent. Ah oui. Euro, dollar. Dollar, euro. Alors, Euro. 248 dinars. 148 dinars. Changer. Est-ce que c'est possible? Changer. Ici? Ah. Bien. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. 2 millions. Bambi. 1, 2, 3. Restez ça. Change. Ok? Ah, attends. Attends. Oui. Yo, my friend, listen. This is your video straight in it. I know me, yeah? Yeah, it's don't worry. No, yeah, that's okay. This is very good man, brother. Yeah. I trust you, but it's interesting. You like Algeria? Oui, merci. Buongiorno. You can take a photo with me. Yeah, welcome to Algeria. Bablouad, Allah ينافع خونا. ということで公式レートよりはるかにいい両替ができました。これで4割くらい価格が変わるので結構でかいです。
ディナー晩ご飯です。 Looks good? It's good. It's good. そしてアルジェリアではクレジットカードがほとんど使えないので現金が必須なんですけど、彼が言っていたようにユーロなら本当にどこのお店でも砂漠の街でも両替できたので、首都で多めにやっておく必要はなさそうです。むしろディナールが余ってしまうとユーロに戻すことがほぼ不可能なので、ご利用は計画的にその都度両替する方が良さそうです。めっちゃ好きこの味。うまいな。めっちゃうまいね。料理の次はイスラム教の国では珍しい国産ビールも紹介します。クリスタル c'est bon. アルジェリードメスティック Domestique, oui, celle-là, Albro. C'est ça? Non, Albro. アルプロ Albro. 250 euros. essayé おアルジェリアの地ビールです。いただきます。意外とめっちゃうまい。チュニジアとかモロッコで飲んだビールよりは全然美味しいです。250ディナールなので170円ぐらいしますね。1ユーロです。やりたかったことを全部終えて駅に来たら、なんともう終電が終わってました。タクシーに聞くと3000ディナールおよそ2000円と言ってて、来るときは電車で30円だったのでめちゃくちゃ高いと思ってしまった。それで地元の人に相談したら配車アプリを教えてくれて、アカウント登録から車の検索、運転手に電話して合流するまで手伝ってくれて感動です。本当にこの日いい人にしか出会えてない。ありがとうございます。メルシーボクボンジョルネサラムアレイコン Salam alaikum wa rahmatullahi. Biggest mosque クレジットカード普及してない国なので支払いはもちろん現金で後払い。車に乗る前にアプリ上で目的地までの価格が出てたので安心して乗れました。よかった、ホテル帰ってきた。配車アプリで650ディナールって書いてあったんですけど、800ディナール支払いました。全然多いチップじゃないんですけど助かった。めっちゃ安いな。よかった。ほんなら荷物ピックアップして空港に向かいます。こちらは国内線専用ターミナルです。5時30分ジャネット。ということで今回の内容皆さんいかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。次回は砂漠ツアー。かつてサハラは砂漠ではなく緑あふれるサバンナだったことを物語る様々な痕跡を巡る旅をします。それではまた。さようなら。